始まりましたかね。音声入ってるかな？よし、OK ですね。はい、皆さんこんばんは。トクタケ TV のトクトミです。今日は2024年11月1日の金曜日。ということで、久々じゃないか。ついこの前、誕生日ライブやったばっかりですね。11月に入ってからは最初の YouTube ライブとなります。以前ね、ちょうど水曜日に東京都の式根島に行く旅についてのメイン動画の方でアップしています。東海汽船のミステリー切符という切符使いまして、それ船で東京の島に行くという切符なのですけれども、大島、豊島、新島、式根島、神津島、この5つの島のどこに行くかは当日切符を受け取るまでその行き先がわからないという切符でした。で、僕が10月のいつだったかな。ちょうど先週、ちょうどじゃないか。先週の木曜日に行ってきまして、木曜日の夜に行って、そして金曜日の9時過ぎに式根島に着いて、そして11時20分に式根島から出る船に乗って、東京の竹芝桟橋に夜の19時に帰ってくるという夜行日帰りというプランの切符です。で、その旅の最中に、実は、いつも動画撮影をしているカメラを落としてしまいまして、で、壊れちゃったんですね。で、そのカメラを、修理に出しまして、カメラいつも使っているのは、DJI の Osmo Pocket 3というやつなのですけれども、でね、日曜日の夜に自宅から DJI のその修理の場所に送って、現地に火曜日に着いて、そして火曜日の夕方ぐらいかな、向こうで結局交換ということになって発送してもらって、水曜日に受け取りました。で、新しいカメラ、もう手元に来ています。で、今、そのカメラをまさに今、使っているところなので、お見せすることができないのですけれども、その新しいカメラを使って、このライブ、今、まさにやっています。全くね、同じね、DJI Osmo Pocket 3という、カメラです。で、今まで、やっぱりいろんなところに行って酷使していたのか、ちょっとね、塗装の、ハゲとかも出てきてしまっていたのですけれども、それもすっかり綺麗になって、もうおそらく新品だと思います。中古ではないんじゃないかとは思いますね。ちゃんと、使えているカメラが我が家にやってきました。新しい相棒として、これからの旅にも使っていこうと思います。さあ、というわけで、今日は、ちょっとね、だいぶね、期間が空いてしまいましたけれども、チェコの旅を振り返ろうと思います。このチェコの旅というのは、今から8年前、2016年12月に行ってきたものです。自腹で行った個人旅行ではなくて、チェコ政府観光局と、あとリンクトラベラーズという、というところの、2つの、企画で、ブロガーイベントとして、ブロガーの人々が招待されて、で、チェコのそのいろいろなところに連れてって行ってもらいまして、で、そのチェコについての記事を各々ブログで発表していくというものでした。現地の滞在地などはすべて提供していただいています。個人的な買い物については、それは自腹で、となっていました。そんな旅だったわけですけれども、そのチェコの旅の今日は4日目についてですね、2016年12月5日から13日まで、
9日間の旅ですね。現地7泊かな。さてさて。で、そのね、チェコの旅のお話に入る前に、今日は気になるイベントが、2つほどありますので、そちら紹介したいと思います。まずは、これは来週ですね、11月9日土曜日と10日日曜日、上野公園で2024青森人の祭典ということで、青森のイベントが開催されます。青森の美味しいものとかメーカーなどがいろいろと集まってくるイベントです。別の場所でやっていたとき、中野とかでやったときに、この青森人の祭典というのは、以前僕も行ったことがあります。日本国内で旅行に行く際に、結構僕は青森県が好きで、何度も行っています。で、青森出身の人と知り合ったりなども、して、こういうね、青森のイベントもいろいろ紹介して連れて行ってもらったりなどもしていました。これね、ちょうどタイミングがいいですね。来週で、しかも上野公園なんですよね。僕住んでるのは東京都の荒川区というところなんですよ。で、上野公園があるのは東京都の台東区、お隣の区です。チャリですぐ行けちゃうんですよ。どちらかの曜日で行こうかなと思っています。で、あともう一つ。まさに今、今日はこのチェコというのがテーマのライブですけれども、そのチェコについて、チェコフェスティバル2024というのが東京かな、多摩川河川敷で、双子玉川公園前で開催されます。東急田園都市線の双子玉川駅より徒歩12分のところですね。今ね、チャットの方にそのイベントの告知ページを、URL を送りましたけれども、チェコについてのイベントです。本来は11月2日、明日ですね、土曜日、11月2日土曜日から4日月曜日、4日は、祝日、振り替え期日です。2、3、4と、3連休なわけですけれども、そこに合わせてこのチェコスフェスティバルというものが開催予定でしたが、2日に関しまして、明日土曜日に関しましては、台風の接近が予想されると、悪天候が予想されるということで、すでに開催中止が決定しています。したがって、本来は3日間の予定でしたけれども、2日間のみ、3日日曜日と4日月曜日、この2日間のみで開催されます。チェコのビールとか、ピルスナウルケル、このライブのチェコのお話のその2のところで、ピルスナウルケルの工場見学に行ったというお話をしましたけれども、まさにそのピルスナウルケルですね。ビールが飲めたり、あと美味しい料理を食べられたり、その他チェコの雑貨など、あとクッキーやパウンドケーキなどなどといったような、スイーツ類などなどというようなものが出展されます。チェコに少しでも興味がある方は、ぜひぜひ遊びに行っていただければと思います。ちょっとね、僕はね、タイミングが合わずに、今回のこのチェコフェスティバルには行くことはできないのですけれども、お近くの方はぜひ、先ほどチャットの方に URL 上げていますので、あと概要欄にも後ほど載せておきます。さあ、では、今日のメインのお話に入っていきましょう。チェコの旅4日目です。この旅は、一応ブロガーツアーということで、何人かで、集団でゾロゾロと移動していくというツアーだったわけなのですけれども、早朝に関しましては自由時間です。集合時間までは自由時間なので、
僕はその時間を利用しまして、撮り鉄に励んでおりました。僕は鉄オタです。乗るのも、撮るのも好きな鉄道好きです。で、チェコに行った時にも、もう隙を見て、そんな撮り鉄活動をしていました。この4日目はプラハから始まります。チェコの首都ですね。で、このプラハの街には、たくさんの路面電車が走っていまして、路線がたくさんありまして、東京の場合だと、都電荒川線、僕の住む荒川区にもまさに走っている都電荒川線っていうのがあるんですけれども、都電自体は、もう今現在では1系統ですね、1路線のみですね。昔はたくさんの路線が東京都内にもありましたけれども、全部、ほぼ全てが廃止となってしまっていますけれども、このプラハではまだまだたくさん残っています。そうで、これホテルのすぐ近くだったかな。ちょっとこれね、ちょっとアート作品が街の中にあるというものですね。傘に乗って、傘を差して、上から降りてきている人がいるというようなものでしたね。チェコのプラハの街中には、このようにたくさんの路面電車走っています。もう1画面に、これ、1、2、3、3編成映ってますよね。これ見ると、多分ね、新旧の車両が映ってるのだと思います。一番左側の方が最も新しいもの。で、こうメインで、がっつり映ってるもの、多分これ古いやつだと思います。そして、あとその横ですね、真ん中に映ってるもの。これもね、多分古いやつなんだと思います。僕あんまりね、ちょっとチェコの路面電車の車両については詳しくはなくて、ちょっと見た目で言ってる部分はありますけれども、きっと古いやつです。古いやつだと思います。そんな朝活、今の言葉で言えば朝活、撮り鉄活動を終えまして、いよいよこの4日目のツアーの始まりです。で、まず最初に向かったのは、マリオネット劇場というところですね。このような、人形劇をして操作する、人形劇の劇場がありまして、その舞台裏の見学をさせていただきました。で、いろんな人形があるんですね。で、ここでは、劇場見学だけでなくて、人形作りのワークショップも開催されています。で、僕たちもそこに参加してきました。で、僕が選んだのはこちらの人形です。人形作りといっても、絵付けから始まるのではなくて、ほぼ最後の工程でしょうね。もうメインの部分は、胴体の部分はもうできているので、そこに服を着たり、手を入れたり、あと紐をちゃんとつけて動かすことができるようにしたりというような工程なので、そんなに時間がかかるものではないです。多分1時間もかからなかったんじゃないかなと思いますね。で、完成したら、ミニシアターでみんなで遊ぶと。こんな感じのミニシアターがあるので、わちゃわちゃと遊ぶことができました。そうそう。で、この人形なんですけど、よいしょ。実は、まだ持ってるんですよ。8年前の。8年前にチェコで作ったもの。こんな感じで、左手、右手。これは何だろう。足が動くのかな。足が本来は動くはずだけれども、これがすごいな。
しばらくね、あそこにずーっとかけっぱなしだったんですけれども、まあ、今でもちょっと動きます。なかなかね、これをね、どうするかね、もうずーっと悩んでて、まあ、結局ね、部屋の片隅の方に展示してるんですけれどもね。まあ、今ちょうどチェコ国旗の下あたりに、あんな感じでね、本棚の横に、僕の頭に見えがってるな、いつもかけています。さあ、マリオネット劇場でのワークショップが終わりまして、で、お昼ご飯までの間に、しばらく自由時間がありました。1時間か1時間半ぐらいか、まあ、ごくごく短い時間だったのですけれども、まあ、皆さんはやっぱりチェコの街の中の観光に行ったり、あとこのプラハ城の、まあ、今ちょうどこの写っている写真の上側の方に世界一美しい図書館と言われるようなところがあって、まあ、そこに行ったりしている人たちもいました。あと買い物をしたりする人たちもいましたね。で、その間に、まあ、自由時間であるならば、僕はやっぱり撮り鉄活動ということで、またまた路面電車の撮影に向かいました。ここからは、このポジションからは、路面電車と、あとバックに背景に、プラハ城を入れることができるという有名撮影地なのだと思います。そして、だんだんとお城の方に近づいていきました。このような感じで、もう完全にこの電車と車が共存している。むしろこの車の下に、電車の後ろに車が連なっていて、でさらにその後ろに電車がいるというような、なかなか日本では見ることができない光景がここにはありました。これはね、多分ね、古いやつなんだと思うんですよね。旧共産圏時代の車両なんじゃないかと思います。もし有識者の方がご覧になっていたら教えてください。見た感じにきっと古いものだと僕は感じました。最近のデザインじゃないですよね。ちょっとね、この丸みがある部分と、そしてちょっとごつい部分。で、さらに、この真ん中の部分、多分ね、この車両の中の中心部分が低くなってると思うんですよ。車内の部分が。で、車輪などがある、あと多分動力とかがあるのかな。その部分がこの左右の方にあって、そこがちょっと高くなっているという形で、車内がフラットじゃない、面白い構造になっているのだと思います。これ先ほど見た、この写真の別角度ですね。この奥側がプラハ城です。この写真結構僕お気に入りのものなんですけれども、個人的に好きなものなんですけれども、停留所に止まっている、車両がいますよね。で、さらにその奥の方に、小さく、多分ね、1、2、3編成ぐらい映ってるんですよ。で、さらにもうその奥の方ですね、奥にこの山があるわけですけれども、その山の中腹あたりにももう1編成映っていると。何気なく撮った1枚だったのですけれども、むちゃくちゃたくさんの路面電車が映っていました。そして、奥の崖の上の車両、実は今この手前に映っているメインの機械で映っているものが、ぐんぐんこれ登っていくんですよ、上の方に。一気に短距離であそこまで登っていくという。で、さらにその上に登ります。この山をぐるっと回って。
で、これ、その坂道ですね。山に登る坂道の途中で撮ったものです。これ多分、観光列車的なものなんじゃないかなと思います。で、これ、坂道の角度分かりますかね？右から左に上がっていって、そして奥側、あれ、この、この画面の左側の方で折り返して、右の方に上がっていきます。こんなね、角度の坂道を登っていくと。これも坂道の途中で撮ったものですね。これはね、坂道の上、崖の山の上から下を見下ろしたものです。路面電車の車両1、2、3編成映っています。そして、この画面の左側、左の真ん中よりは上から右上にかけて、これがブルタバ川で、そこにカレル橋。プラハの人気観光スポットですね。カレル橋も映っています。これも坂道の途中ですね。で、そんなね、プラハの街中に、ここも面白いスポットですね。路面電車が、街中の建物の1階部分がくり抜かれたトンネルを通ると。こんなね、日本でこういうとこあるのかな。こういうスポットもあります。この坂道に関しまして、ちょっと動画もあるので、今、左側の方から電車が上がってきました。ここが坂道の折り返し地点で、さらに左に向けて坂道を登っていくと。車がぐんぐんスピードを出して登っているけれども、もう路面電車もゆっくりゆっくり慎重にこのカーブを抜けていました。すごいカーブでしたよね。あともう一つ。プラハの街中での路面電車の様子も見てみましょう。これはね、多分朝撮ったものだと思います。今、信号で止まっていますけれども、そろそろ動き出します。この2両つながっていますけれども、連結データです。さらにで、左の奥に行くと、またたくさんの車両がいます。右側からさらにつながっています。これは今、ちょうど右側にいるのは、これはもう新型の新しい車両でしょうね。これだけの路面電車が走っていると、人々の足になっているということで、本当にちょっと歩くだけで、プラハの街中にいるだけで、路面電車たくさん見ることができます。路面電車好きの方、ぜひぜひプラハに行ってみてください。これは、一番最初のところかな。自由時間で撮り鉄活動をした際の一番最初の橋の上、セグウェイの集団が。多分これ観光ツアーかなんかでしょうね。これで、プラハの街の中からプラハ城の方に登っていくというようなツアーなんだと思います。で、自由時間が終わりまして、お昼ご飯タイムになりました。お昼ご飯は、このね、ウルタバ川に浮かんでいるっていうか、固定されているのか、この船の中にあるレストランで食べました。内容は、チェコ料理ではなくて、普通のパスタだったので、内容を飛ばしちゃいます。そんな形で、プラハ
での予定はここで終わりまして、今度はプラハから東側、何キロぐらいなんだろう。さっきちょっと距離を調べなかったんですけど、今ちょっと距離を調べてみようか。リトミシュルという町に移動しました。プラハからちょっと待ってくださいね。プラハからだと、150キロぐらいですね。チェコのプラハ、首都プラハから東に150キロほど移動したリトミシュルという町に行きました。リトミシュルです。リトミシュルという町ですね。で、これはね、教会ですね。で、この教会からビームのようなレーザー光線が出てたりして。で、教会の中も見学することができました。で、この教会の名前が、聖十字架発見教会というものですね。聖十字架発見教会。で、一応、教会なので、礼拝の場ではあるのですけれども、このアート作品が展示されていると。この、レーザー光線も、これも一応アート、としての展示ですね。これは、パイプオルガンが、すごい巨大なパイプオルガンが上の方にありました。これ作品ですね。で、祈りの場がありまして、その席のところには、これは何だったかな、聖書かな、聖書なのかな、多分一番左側に映っているこのちょっと青っぽい、濃い青っぽい、表紙のもの、これは聖書だと思います。で、ここでなんか面白い絵が描かれている本は、これはなんかアート作品かな。そして、教会の前には、クリスマスツリー。ちょうど12月の初め、クリスマスシーズンが始まったばかりのところでしたので、このようなクリスマスツリーがきれいに飾られていました。で、リトミシルの街中なんですけれども、そこまで大々的な観光地というわけではないのですけれども、もう中世の街並みがそのまま残っているような、そんな雰囲気の小さな街でした。で、これ街の中心部です。先ほどの教会があるところはリトミシュル城というお城のすぐ近くなのですけれども、そのお城が街の中心地ですね。で、お城と教会が並んでいて、で、そのすぐ近くの町です。石畳ですね。そこをテコテコと歩いて宿に向かいました。で、この日泊まった宿はこちらですね。おそらくこれは旧共産圏時代からの建物じゃないかと思います。全く飾り気がない。飾り気がないのだけれども、なんとなく魅力的な。そんなホテルでしたね。高層のホテル、建物ではないです。で、1階にレストランがありまして、夜ご飯はそちらで、もうチェコ料理ですね。チェコ料理祭り。名前は全然、チェコ料理の名前全然わからないんですけれども、これお肉と左側、
の黄色いやつ、これね、これがね、黄色いやつがすごく美味しかったという思い出はあります。なんかね、ちょっと柔らかいんですよね。お芋っぽかったのかな。いや、まあもちろんお肉自体も美味しい。で、サラダに、これは魚なのかな、鮭、サーモンなのかな。あ、チェコ料理。チェコ料理といえばこれ、全然その名前がね、本当にわかんないんですけど、うん、これも美味しいという思い出があります。チェコの料理は、味は割と濃いめではあるのですけれども、日本人の口に合うなというイメージがあります。そうというような感じで、チェコ4日目の夜が終わりになったのですけれども、先ほどホテルの、旧共産、おそらく旧共産圏時代からのものだろうというようなお話しましたけれども、中は、普通に綺麗なホテルでした。今、出しますね。出るかな、画像スライドショー。ホテルの中もお見せしますと。これがホテルの部屋ですね。中はちゃんとこう綺麗なベッドがあって、そして一般的なホテルにあるようなデスクがあって、ソファーのセットがあって、そして綺麗なバスルームと。そう、ごくごく普通の過ごしやすいホテルでした。そう、外観はもう本当に武骨な、何の飾り気もない、そんなホテルではあったのですけれども、美味しい料理もあって、そして快適な部屋もあって、というようなホテルでした。あともう一個。ホテルからの、僕の部屋からの眺めもちょっと見ておきましょうかね。すぐに出しますね。これで、よいしょ、よいしょ。ホテルからの眺めが、どこ行った？ホテルからの眺めが落ちてこないぞ。よいしょ。これはホテルの部屋からの眺めです。これ街並み、なんかおとぎの国のようですよね。で、これ大体ね、それぞれのこの建物の1階部分が商店になっていました。で、この1階で、この道の通りの部分から見えるところは、ショーウィンドウになっていて、そこやっぱりみんな、どのお店もこう綺麗にディスプレイされていて、で特にこのクリスマスシーズンの始まりというようなことだったので、クリスマスをテーマにしたおもちゃ屋さんがあったり、普通の靴屋さんがあったり、洋服屋さんがあったり、というような、お店がいっぱいあったのですけれども、それぞれのお店の特徴に合わせたクリスマスディスプレイがなされていました。
そして、ここ中心部が、ちょっと広場みたいになっています。で、そこにある木はクリスマスツリーとしてライトアップっていうんですかね、電飾がついて、キラキラになっていましたね。でもこのね、広場の部分が、なんか駐車場にもなってるんですかね。夜はそれぞれの、この左右の建物にある、建物に住んでいる人たちがここに駐車しているのかなと思いました。これがね、ホテルの部屋からの眺めです。ちょっと夜は霧がかかっているような、天候で、そして、このライトがちょっとね、こう赤っぽい感じで、その霧を、霧がちょっと光るような感じになっているという幻想的な風景になっていましたね。というような形で、このチェコの4日目の様子ですね。最初はプラハ。4日目はプラハからスタートして、そして東に150キロほど離れたリトミシルという町に移動してきました。で、このリトミシルという町は、この町の中心部は今見ていただいたように、本当に昔ながらの、中世の頃からのほぼそのままの形で残っているような街並みなのだと思います。なので、この中心部に関しましては、路面電車はいませんでした。で、ちょっと外れたところには、もしかしたら路面電車もいたのかもしれませんけれども、バスの中から見た限りでは、トロリーバス、普通の道に上に電線があって、そこから電気が供給されて走るバスですね。バスの屋根の中からポールが出ていて、でそこが上にある電線にこうやって電気が供給されて走るという。一応トロリーバスとはついていますけれども、無機乗電車ということで、一応鉄道のくくりのものですね。チェコの街はもうこの旅では、プラハ、リトミシュル、そしてプルゼヌカ、今までこのライブの中で、以前のその3までのお話の中で出てきた街は、今日までのところで出てきた街は、その3つです。その3つの街すべてにおいて、トロリーバスいました。さすが旧共産圏ですよね。今、日本では、富山と長野の間にある、トンネルの中を走るトロリーバスがありますけれども、アルペンルートの一区間として。で、それもね、どうもね、もうすぐ廃止されてしまうようなんですね。日本でトロリーバスが見られる機会はもうあとごくわずかになってきています。いつまでだろう。日本のトロリーバス。日本トロリーバス。立山黒部アルペンルートにある立山トンネルトロリーバスというのがあって、それは2024年11月30日に最終運行。今月いっぱいだ。あともう何日か、29日か、しか運行期間がありません。結局僕はここには行くことができませんでしたね。11月中にいきなり行くことができそうにもないので、残念ながら日本のトロリーバスに、乗ることはできませんでした。でも以前はね、東京都内にもこのトロリーバスは走っていたそうです。まさに僕が住む荒川区内にその路線がありまして、今、その路線の名残があるかなというふうに見て、全く全然見つけることはできないんですけれども、そう、都内にも
以前は都電と同様に路面電車と同様にトロリーバスの路線もあったそうです。僕が生まれた頃にはもうすでに廃止されていました。なので、日本の国内でトロリーバスが走っているところを実際に見たことは僕はないです。チェコで見ただけですね。ただ残念ながら、そのチェコの旅の中で、このトロリーバスに乗る機会はありませんでした。個人旅行で行ったならどこかの隙をついて乗っていたでしょうけれども、やっぱりね、集団でのブロガーツアーという形だったので、乗れませんでしたね。路面電車は1回乗ったんですけどね、ほんのわずかな区間ですけれども、路面電車と、あと地下鉄か、プラハの中で、プラハ市内で乗りました。それ以外は、この旅は、基本バス移動だったので、鉄道は乗ってないですね。個人で行ったらもう絶対鉄道ですけどね。バスではなくて鉄道行ったとなったはずです。さあ、というような形で、チェコ4日目はここまで、チェコ4日目のお話はここまでにしましょう。そして、このライブの最初の頃にもお話ししましたけれども、気になるイベント紹介、もう一度おさらいです。まずは、こっちからの方がいいか。11月の3日日曜日、および11月4日月曜日、こちら祝日ですの2日間、玉川河川敷にて、チェコフェスティバル2024が開催されます。ただね、これ本来は明日11月2日土曜日から開催だったのですけれども、天候の悪化が予測されていますので、残念ながら土曜日に関しては中止となっています。3日間開催のところが2日間のみとなっていますので、明日の土曜日行っても、これはやっていませんので、ご注意ください。そしてもう一つは、これは来週ですね。11月9日および11月10日日曜日、この2日間、上野公園におきまして、2024青森人の祭典というものが開催されます。青森の美味しいものとか、名産などのお店がたくさん出ると思います。僕、青森大好きなので、このイベントには行こうと思っています。さあ、といったところで、今日のお話はここまでにしましょうかね。明日11月2日土曜日の18時にメイン動画、10月に行ったタイのシリーズですね。次は5日目かな。8日のうちの、4日目の様子ですね。違う、5日目だ。5日目の様子の動画を公開いたします。水曜日はね、式根島の、動画をアップしましたので、バンコクのタイの動画は1週間ぶりとなります。これからはタイの旅、順次公開していきます。またタイシリーズ再開しますので、ぜひぜひ見ていただければと思います。といったところで、いつもだいたい30分を目安にこのライブやってるけれども、今日45分ね、結構喋ってしまいました。また次回、次は11月の
次は11月の5日火曜日21時半にまたライブをやろうと思います。チェコのお話、その後ですね。あともうちょっとチェコのお話があります。チェコのお話、あと3回。ちなみに、次の2日目は、リトミシュルの町から、オロモという町に移動しています。チェコの町の名前を言われても、ピンとくる人、なかなかいないかと思います。僕自身も、この時初めて知った町、チェコの町知ってるのはプラハくらいでした。さあ、ということで、今日のところはここら辺までしましょうかね。見に来てくださった方、以上です。どうもありがとうございます。それで、次の旅の計画も今、ぼちぼちと考え始めていまして、できたら11月中にどこかに行こうかなと思っています。僕のスケジュールがどこが空くかというのが、まだ何とも言えないところなんですけれども、前にもお話ししたかもしれませんが、台湾かタイ、このどちらかで11月中にと考えています。その際は、海外については、毎日必ずライブをやろうと。外、ホテルの部屋の中ではなくて、街中でライブをやるわけです。まさに今、その時の海外の街の様子というのをお伝えしたい。では今日はここまでにしましょうかね。では、また11月火曜日にお会いしましょう。明日、タイの動画アップしますので、そちらもぜひぜひご覧ください。それでは皆さん、さようなら。おやすみなさい。